今回の動画は完全なジャンク品だった K120 の受信機ボードを修理して XKK110 に搭載して飛ばしてみた動画です。K120 の6軸モードはあまりホバリングの安定が良くなかったので期待はしていませんが、どうなるでしょうか。楽しみです。まず、この受信機ボードは K120 1号機のもので、最初からジャイロキャリブレーションができない故障品でした。しかも、6軸モードで飛ばすと、即座にエルロン左へドリフトするという故障品です。買って即墜落です。元の持ち主様は、えらくがっかりしてました。修理は、墜落で基板が壊れた K120 のジャイロセンサーを外し、この受信機ボードに移植しました。修理の模様は撮影しませんでした。だって、すごく集中して作業しないと基板を壊してしまいますからね。ちなみに、この受信機ボードは、クリスタルが壊れた K110 受信機ボードのドナーになったものです。K120 の受信機ボードを K110 に使うには、独立している低力同様の電源を受信機の回路から供給する必要があります。この基板はランドに損傷があるので、パターンから配線を取っています。このようにジャンパー線を低力導回路に接続します。ここで豆知識です。この K120 もそうですが、K110 の電源回路は少し特殊で、プラマイがこのように配列されています。モーター駆動用のコネクタの極性が逆になっています。なので、電気に強い人ほどテールモーターを交換したときにモーターを逆に回す可能性があります。メーカーもケーブルの色目をサーボに合わせるためにモーターは極性が逆に配線されてますので、回路を改造する場合は短絡にご注意ください。せっかくなので、受信機ボードを両面テープで貼り付けるところをじっくり見てください。両面テープを強力に貼り付けるためには、脱脂が絶対必要です。私はこれを使っています。基板に使っても大丈夫です。K110 のセッティングで、かなり重要なのが両面テープの素材と貼り付け方です。これは、飛行性能にかなり影響が出ます。丁寧に脱脂しましょう。この部分の両面テープが離れ気味でも気にしないで飛ばしてる方もいると思います。両面テープの粘着力を見て、弱いようならドライヤーで粘着剤がテカテカになるぐらい温めると強力に貼り付きます。気温が低いときは特に効果があります。今回は気温が20度あるので、そのまま貼り付けます。受信機ボードから貼り付けた方が良いです。まんべんなく押さえて貼り付けましょう。端子部分も両面テープに穴が開くぐらい押し付けます。
貼り付けたら最低でも10分ぐらいは置いて定着させた方が良いです。いろいろな両面テープのメーカーは24時間程度そのまま置くように推奨してます。そんなに待ってもいられませんね。機体整備や組み立ての最初の段階で貼り付けておけば作業時間内で十分定着すると思います。動画にはないですが、ジャイロキャリブレーションも正常に作動しました。各サーボの作動も問題なしです。ジャイロ IC の交換は成功しました。やはりジャイロ IC の故障が原因でした。この機体を買った音信不通のメンバーさんに、あなたの操縦が下手で墜落したのではないと伝えたかったです。サーボの作動角は K110 受信機ボードとほぼ同じでした。テールモーターも問題なく動きましたね。ESC のスロットルレンジも問題ないようです。K120 の受信機ボードも K110 と同じ手順でスロットルレンジ設定ができました。すべて問題ないようです。ホバリングしましたが安定は良いですね。ただジャイロの原因が K110 よりも低い感じです。K120 の方がローターの回転数が高いですからね。それにしても旧 K110 のサーボは優秀です。ピルエットに入る前は不安定になります。受信機ボードが軽いのでレールヘビーの影響だと思いますね。ピルエットに入ってしまえば安定します。K120 の受信機ボードは6軸ジャイロのセンサーキャリブレーションモードがないので K110 のようにトリムモードとして使うことはできないんです。K110 は6軸ジャイロのセンサーキャリブレーションモードでトリムを取った後に左右のピルエットをするとピルエットがきれいにできます。前に作った動画では語らなかったのですが、初心者様が目の前でピルエットするのは危険ですからね。上級者の方はやってみてください。ということで K120 の受信機ボードを K110 に取り付けてホバリングする動画でした。